皆さん、お待たせしました。ダンスチームのセンターが決まりました。はじめまして。今日皆さんと一緒に踊らせてもらいます。東雲明人です。ステージでの経験を生かして全力を尽くしていきます。一緒にいい式にしていきましょう。毎度のことだが、ああしているとまるで別人だな。もしかすると俺よりアキトの方がプロポーズをする男たちの役をうまくやれるんじゃ。さて、それではこちらも練習を始めようか。さあ、集まって。あ、はい。今のセリフ、声が小さいよ。口の中をもっと開く。奥歯に爆弾が入っていて、閉じると頭ごと吹き飛ぶと思って喋るんだ。君はそこから正面に向けてもっと体を開いて、肩からレーザービームを出して観客全員をなぎ払うようにね。君、すぐ腰に手を置かない。人間は多彩な動きができるんだ。自分からロボットになるのはいただけないな。まあ、ロボットになりたいならしてあげないこともないけどね。驚いた。司先輩と一緒にいるときは変わっているものの温和な雰囲気の人だと思っていたが、演出となるとまるで変わるな。いや、こちらが普段通りの上白先輩なんだろうか。青柳くん、何をぼんやりしているんだい？開演までもう時間がないよ。あ、すみません。今の良かったですね。最後ちょっとバタついたんで、そこだけ確認しましょう。ああ、ありがとうございます。ま、上白先輩が考えたふりをやってるだけなんだけどな。開演45分前か。そろそろダンスチームと合わせてリハを。どうしたんですか？ああ、いや、なんでもない。少し考え事をしてしまってね。あ、本番前に隠し事をするのはあまり良くないかもしれないね。さっきのことを少し反省していたんだよ。さっきのことですか？東雲くんを誘った時のことさ。昔からよく言われていたんだ。目的のためには手段を選ばないやつだってね。実際、僕は一度ショーのことを考え出すと、他のことはどうでもよくなってしまうんだ。それでやりたいことをやろうとして、加減が効かなくなって、みんなが去っていってしまう。あ、自分のやりたいことができるように、役者を立てて演じてもらったこともあるけど、結局、彼らは僕の演出でショーをやりたいわけじゃないし、信頼関係が築けているわけでもないから、長くは続かなかった。その時のことを少し思い出してしまってね。信頼関係ですか。確かに信頼関係は大事なものです。ですが、上白先輩のやり方も少し理解できます。え？俺の身内にも先輩と近い考え方をする人がいます。自分の大事なものに対して絶対に妥協をしたくない、そういう人が。そのやり方を俺は初め理解できませんでした。大切な人間を苦しめてまでするべきことなのかと。ですが今は少しわかります。なりふり構わず
全力で走り抜けるからこそ見える景色がある。そしてあの人は俺にその景色を見せたかった。あ、俺の話ばかりになってしまってすみません。だからそのやり方を俺は理解できます。きっとアキトも先輩の考えにどこかで通じるものを感じたから参加してくれたんだと思います。俺たちにも妥協できないものがあるので。君たちの妥協できないものって何なんだい？ある伝説のイベントを超えることです。伝説のイベントを超えるそれはきっと素晴らしいショーなんだろうね。ええ、きっと。おい、リハ始めんじゃねえのか。時間ねえぞ。さて、それではラストスパートと行こうじゃないか。悪くない。これならいい式にできるだろう。だが君たちとこのショーにはまだ伸びしろがある。残り時間はわずかだけれど、素晴らしいショーにするためにできるだけのことをしてほしい。最後なら踏み込んでからターンした方が決まりますよ。やってみせましょうか。確かに少し小さかったかもしれません。もう一度練習しましょうか。本番前の雰囲気としては上々だ。あとはフィナーレの演出だね。思い切り盛り上げたいけど、こうも時間がないと。ルイくんああ、そうか。すまないレン君。式場の外観を見せた後、ずいぶんほったらかしにしてしまっていたね。大丈夫。こっそり話聞いてたしね。それよりルイくん、さっきフィナーレをどうしようかって悩んでたでしょ。だったらあれはどうかな。あれ？ほら、買い物の時射出装置の話をしてたでしょ。あれをちょっと変えてみたらどうかな。ほら、あそこにあるものを使うのはどう？なるほど。確かにそれはいいね。ありがとうレン君。おかげでいいフィナーレになりそうだ。ほんと？よかった。今日いい結婚式になるといいね。